皆さんこんにちは。今日はですね、ヤシオファクトリーのスーパーサイレントチタンマフラー、これについてねちょっとね、動画を回しました。このマフラーってね、何がすごいかっていうとね、世の中の、どのマフラーよりも最低地上高を下げれるんですよ。これもね、普段俺がシルビアを毎日乗ってるんでね、いかにこう車高を下げてかっこよく見せたいかっていう、そういうことを考えると、やっぱりその車高を上げればいいんだ、マフラーの最低地上高を上げればいいんだっていうことにこう考えつくわけね。でそしたら、じゃあ太鼓もオフセットして上側に持ってっちゃえとか、もちろんこれ触媒もそうなんですけど、そういう考えで触媒もフランジよりも垂れ下がってないっていう、フランジが一番低いんで、そこの位置よりも下げないっていうふうに考えてマフラーを作ってるんですよ。ですからこれ作ったら売れるかなとか、そういうことを考えて作ってるんじゃなくて、俺が乗っててこれいいなって思うものを作ってるわけね。だからおのずと数もついてくると思うんだけれども、チタンマフラーに関して言えば、かなり、売れてるっちゃ売れてるのかもしれないね。で例えばね、中華製のコイルが結構多いんだけれども、イグニッションコイル、あんなの性能なんかいいにいいわけないわけよ。もっともっと安いんだから。純正ってそんなにね悪くないからね、性能が。純正比何倍だとかって言ってるけれども、例えば 35GTR 用の今のコイルっていうのは相当性能いいわけね。まず壊れることなんか絶対ないんだよね。V バンクの厚い中に入ってて、耐久性とかも抜群なわけよ。でそういうものを俺は作って、あれね、別に数売るほどなんて思ってないんだよ。俺を信じてくれてる人たちがああいう安物を騙されないようなものを作って、こういうものがいいんだよって。はっきり言ってね、純正のコイルの値段とか調べたら分かるけど、全く利益なんか出てないのよ。だから別に売れなくてもいいんだ。売れなくてもいいんだけども、少数派の俺のファンのためにああいうものを作ってるわけよ。で最近ああいうものをさ、大手のメーカーとかも出してきてるんだけれども、もうほんと節操ないなって思うんだけど、そんな安物なんで作ってんのって俺はそう言いたい。そういうことをも含めてね、こういう動画を作りました。ちょっとねマニアックですけれども見てください。
回はですね、スーパーサイレントチタンマフラー、これヤシオファクトリーが、リリースしてるもう超人気商品です。マフラーですね。もう他にはないんで、これは何が違うかっていうところをね、今ちょうど取り付けてる車があるので、見せますね。要するにですね、最低地上高9センチっていうのは、マフラーの関係でここが一番低かったらここから9センチなわけだから、いかにこのマフラーを持ち上げるか、上に持ち上げるか、持ち上げれば持ち上げるほど車高は下げれるってことなのね。だからすげえ車高低いなと思っても9センチクリアしてれば別に違法ではないわけだから、そうするとメーカー系のマフラーみたいにだらしなくこう垂れ下がっちゃってるようなマフラーだと、車検の時にすごい持ち上げないとダメなんですよ。でヤシオファクトリーは俺がもともと自分で毎日 S15 乗ってるわけだから、そういうマフラーでは嫌なわけよ。でもちゃんと合法で走りたいわけ。そうするとやっぱりこういう形で、これ見てよ、ほら太鼓がオフセットしてるの分かるかな、上側に上下やってる時見て分かるでしょ。ほら下、このパイプと比べて2センチも下がってないんでね、15ミリぐらいしか下がってないの。その代わり上はこうやって上がってるというね。で触媒もそうなんだけど、ちょっともうちょっとこっち来て、これ中古の触媒なんだけどもね、新品ではないんだけど、ヤシオファクトリーの触媒の偉いとこっていうのを見て、これほらフランジと同じなんだよ。フランジよりも普通だったらこう垂れ下がってるわけね。でもこのフランジが一番低いところだから、これとここが同じになってるの。だからって細いわけじゃないんだよ。上持ち上がってるのよ、これオフセットさせた上で。こういうなんかこう発想、もちろんこの上下で非対称なわけだからコストはかかってるわけね。でもこういうものをつけることによって車高を保ってかっこいい姿勢を作るという、これはやはり大メーカーの、車が好きじゃない連中が作ってるマフラーとはやっぱ若干違うと。でなおかつですね、後ろを見てください。コインパーキングとかいろんなパーキングに止まる時っていうのは輪止めがあるわけよ、ここにコンクリートのね。あの輪止めを乗り越える時っていうか、輪止めをまでタイヤをバックさせる時と、これ斜め出しのマフラーでこのフランジがここについてると引っかかっちゃうんだよ。お前引っかかったことない？いや、あります。ズリってフランジのところであるだろ？あります。例えば、コインパーキングじゃなくて、ぐるぐる回るやつ、鉄のストッパーとかでも完全にはまっちゃって、ここが亀の子状態、そういうことも考えてですね、俺は斜め出しをしてません。ちゃんとこうやってコンクリートを避けるようにちゃんと考えて作ってるんです。その辺がやっぱり毎日チューニングカーを乗ってる、ショップの社長が作ったマフラーということでね。でこれもこれもマフラーのお尻絞ってません。中に細いパイプ入れたりとかそういう小細工はしてないんです。使うとすればかなりチタンで薄いのでかなり高い音がしていい音がするんですけれども、やっぱりね、中に詰め物をして細くするのは音がいくら小さくそれはダメだから、うちは中で細くしてるとかっていう細工はしてません。ただ S14 の場合は、いい配本なので103だ104だはクリアできると思います。ただ S15 の場合は、96か 96.9 までだから、 96.9 までとなると、新品の時ノーマルのフロントパイプでノーマルの触媒でこのマフラーをつけてる場合には96は切ってるんですけれども、現実にいろんな走ったり経年劣化があったりフロントパイプ変えたり触媒変えたりとかっていうことになると、96.9 を超えちゃう可能性があるので、車検対応とは謳ってません。車検対応とかそういう問題じゃなくて、この上側を張ってなるべく車高を下げられるという、そういうその気配りですね。これは
なんでメーカーを真似しねえんだ。スーパーサイレントチタンマフラー、これは買いだと思います。以上です。よし。続いてのね動画です。これは、たまたまやってたんで紹介してるんですけれども、あまり見慣れない作業ですね。リアサスペンションメンバーのブッシュ交換なんですけれども、これは本当に特殊工具がないと絶対抜けないので、今これガスバーナーで炙ってる部分の下側のパイプですね。これパイプというか鉄の削り出しなんですけれども、これはこのリアサスペンションメンバーブッシュに合わせて、測って作った特別な器具ですね。で上の、万力が押している、ちょっとした厚みの、カラーというかスペーサーみたいなのありますよね。これは市販で売ってる何パイ何パイっていうセットがあるので、それを購入してこう押してるわけですけれども、今回はこれ案外車種車的には古い車なんですけど、案外簡単に抜けました。だいたい1箇所をバーナーで炙ってちょっと外側の部分を広げてあげないとなかなか抜けないんですけど、こうやってなんか見事に簡単に抜けるなんていうのはね、もう何十回もやってて初めてのことですね。これね、もうひどい時にはこれどのぐらいかかるだろう。4個外すのにまずそのつばをサンダーで削るんですけど、つばがついてるのでつばを削って4本取り替えるのに、3時間ぐらいかかる時もあるんですよ。これ今回はこれわりかし簡単にできたんで30分かかんないぐらいでできたのかな。これただアーム類とか全部外しますからね、デフから何からね、かなり重作業は重作業ですね。慣れれば意外と簡単なんですけれども、後ろ側2箇所はねわりかし前側2箇所か、前側2箇所はわりかし簡単なんですけど、後ろ側はねちょっとね込み入っててね、このなんだっけ、このプレス機、このプレスにねなかなかぴったし合わないんですよね。これなんかは別に今落とすつもりなかったんですよね。炙って落とそうと思ってたんだけれども、対して、圧かけてないのにこうパチンパチンと落ちてくるんですよね。これはわりかし楽でしたね。意外と力もね使ってないんですよ。これこういう作業っていうのはね、新しく入ってきた従業員にはね教えていかないとね、皆目見当もつかないだろうしね、長年のこう知識をね、伝授してるわけですけれどもね、理屈を覚えれば簡単なんですけどね。こ
今度はこの物資を圧入していくわけですけども、まあ外しちゃえばね、入れるのは簡単です。これはね、潤滑油をちゃんと塗ってね、斜めに入っていかないようにしてね。あれ？もう入れちゃったわけね。今度はね、さっきと逆ですね。鉄の厚みがあるパイプを上側に乗せて、物資をこの物資の外側を押していく感じ。これもね、そのサスペンションメンバー自体が今10万もするんで、こうやって別にサスペンションメンバー自体どっかが悪いわけではないのでね、この物資が弱ってきちゃって切れちゃったりしてるので交換してるので、これニスモから物資が1個5000円で出てるんですよね。4個で2万円2万円でまあ済むものを10万も出す必要ないだろうと。これはね、本来だったらメンバー、アーム類全部外して新品のサスペンションメンバーをくっつけてまたっていう作業にプラスこの物資の入れ替え作業が含まれるんだけれども、それでもそんなメンバー物資変えても10万もいかないんで、うちのが全然お得かなと。そういった形でうちは必ずこうやって、物資交換っていうのをやってますけれども、なかなかねこれも俺がいないとちょっとできないかな。なんかねこう知恵の輪状態なんですよね。このプレスの台を一回外して若干オフセットさせるんですよ。そういうなんかこう知恵の輪状態で頭を使わないとちゃんとできない。要するに今度やろうと思ってる、足回りのピロボール化ですね。ピロボールもこのプレスが活躍するんですけど、やっぱりこれもちょっとね頭使わないとできない。あとはね入れるのはね別にね力なんか入らないんで圧もかからずに、最後のつばの部分でストップするんですけれども、そのつばの部分にかける時だけ若干圧をかけてあげると、そんな感じですよね。いろいろとねこういった特殊作業、なかなかこれコアな絵なんで、こういう動画をちょっとね、コアのファンのためにね、これ
れからまた出していこうと思ってます。これがねスコスコ入っていくとね気持ちいいんだ。こういったなんだろうこう地味な作業、表にはね見えないすごい地味な作業がいっぱいあるんですよ。パーツを取り付けるっていう中でもね簡単にパーツが取り付ける作業もあるけれども、1個5000円の部品だからねこれね1個5000円の部品だけどこんなに大変な思いをしてやってるという、そういうね、意外と表に出ない作業ですよねこれはね。そういうことでこれからもちょっと面白い動画をこういう俺のコアなファンのためだけに送っていきたいと思います。ということで皆さん応援よろしくお願いします。